世に言う金門の変は元治元年7月19日から21日までの3日間、長州藩が会津薩摩両藩と京都で戦っていっぱい血にまみれた事件であるが、この少し前、当時長崎とともに我が国で唯一の開かれた港であった横浜に2人のポルトガル人が上陸した。スーベニール、日本のお土産買わない？ No! Get the fuck out of here! Get the ring there! Fuck you! しみってると書いてみよう。おめえだけ言わねえ。はーい、スーベニール、日本のお土産買わない。はーい、スーベニール、日本のお土産。あ、どう？なんや、邪魔すんな、もう。はい、藤山芸者、安くしと、おう、安くしとくよ、ねえ。なんだい、まだ寝てんのかよ。ポルトガル人ってのは怠け者にできてんだね。へい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 。ハロー、おう、歌丸、欲しがってるね、兄さん。だった。井上門太、伊藤俊介。1年前日本を密出国してロンドンにいたこの2人は、この度4カ国が連合艦隊を組んで長州に報復攻撃を加えると新聞で知り、急遽帰ってきたのである。大丈夫、私ですよ。喜んでくださいよ。長州に向かう便の手配がつきました。いつ立てるんです？今夜です。で、4カ国連合艦隊はどうした？長州に向かうのはまだ3日か4日です。おお、俊介、マリオだ。これで戦争を止められる。帰ってきてよかった。だから言ったんじゃ間に合ってて。この2人は上位一色の長州に帰ったら即座に殺されるだろう。アーネスト佐藤の日記にはこう記されている。大阪への便が間もなく出るぞ。積み残しはないか。今一度念入りに点検せ。これで全部か。それが小郡からの米がまだ。よし、直さに伝え、米は待たんでもええ。すぐに出発せ中で。しかし、かまん。責任はわしが持つ。この一戦で会津薩摩に敗れたら我が藩の明日はないけ。まずは火薬弾薬が先じゃ。食い物は今日大阪に回る。急げ。よし。怪しい奴を引き捕らえました。何者じゃ。こそこそと中を覗き込んだり、船の匂いを探ったり、幕府の密偵かと思われます。何？立て。湯川。おじゃ、湯川平吾じゃろ。わしゃ、もんたじゃ。おお、井上さこんなことじゃ。そんなになる。早さんと攻めてくるよ。しっかりしてください、井上さん。今日へ攻め上るのはわしらの方じゃ。もう待て。攻めてくるのは外国だ。外国の連合艦隊だ。あよ、かごだ。モンタ、はるばるよう帰ってきてくれたの。4カ国艦隊が来ることは長崎からの通報で知っちゅう。その方に対策はあるんか？ございません。戦いは必ず負ける戦争に対策などあるはずがございません。お主は何も知らんのじゃ。この前は確かに負けたが、この1年我らが何もせんかったと思うちょるのか。海岸線には官民一致して砲台を築き、前田には80ポンド、24ポンド、18ポンドの海岸砲を24門、壇の浦には30ポンド級14門、須崎には9砲を9門。そんなものは役に立たん。何を言うか。
その目で見もせんで恩師は。僕は見てきた。やっちゅうほどいろんなものを見てきた。江戸や大阪の10倍もある大きな町。空中に張られた電線を伝わって何十里も彼方へ言葉を通わせる機械。レールという鉄の道を飛ぶように走る鉄の箱。山をくり抜いたトンネルという道。こんな国が4カ国まとまってやってくる。まして今世界での約束は、戦争で負けた国は領土を取られ賠償金を取られるんじゃ。恩師らはこれでも攘夷をやる気か。やる。倉田。我らはこれまで攘夷を旗印にして天下を指導し、今も京都へ軍を送っちょるんじゃ。たまたま海の向こうを覗いたからっちゅうて、すぐ臆病風に吹かれる変節艦とは話にはならん。お前は知るまいが、攘夷を直命にすべく我々は京都へ兵を送っちょる。今になって方針は変えられぬ。お言葉ではございますか。それこそ下世話に言う成り行き任せ、臆病の最たるものです。国を謝るよりむしろ直命を辞退して。おった、言葉が過ぎるぞ。うるさい。まともに議論のできぬ奴は口を出すな。さあ、やるか。やるならやっちゃ。何を言う。やめるんじゃ。朝か。すぐ町を出るんだ。このままじゃ切腹じゃ。後のことは何とかするけ。恩師を食べた。言うとおりにせい。ご主人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 。申し訳ない。蛤御門で敗戦、お味方続々帰国中との知らせである。この後櫛の葉を引くように一同を驚愕させる報告が入った。正体不明の軍艦が彦島沖に集結中というのである。これぞイギリス戦艦ユーリアラスを旗艦にした英仏南米4カ国の連合艦隊で、全艦18隻が備えた大砲を合計すると実に288門に達する東洋最大の大艦隊である。軍艦じゃ。船じゃ。外国の軍艦じゃ。軍艦じゃ。船じゃ。船じゃ。船じゃ。また来やがった。終端中止。おい、15枚か。おい、おるぞ。あんたのやつ何しとるんじゃい。出てきやがる。牢屋に入ってるんじゃなかったんですか。乗れ。僕は井上さんと一緒にロンドンから。聞いた。蛤御門も四国艦隊のことも聞いた。俺は殿に呼ばれたんじゃ。早く乗れ。はい。
戦え戦えと正気で言っとるんか。恩師長いこと牢に入っちょって頭がボケたんじゃねえのか。外国ボケしたのはお前たちの方じゃ。モンタ、四国艦隊に戦って仮に敗れても長州は滅びやせん。この分からず屋の頑固者が。ああ、そうじゃ。長州人は頑固者の分からず屋じゃけ。外国人の打ち込むアームストロング砲の一発一発で長年の間に染みついた上位の腰骨が砕かれんにゃ到底目は覚めんのよ。高杉、じゃあ恩師も我々と同じようにこれからの道は開国と考えちゃうんですか。そのためにはまずせにゃならんことがある。何ですかそれは。倒幕じゃ。俺の最終の目的はこれじゃ。倒幕の前には四国艦隊のことなど大事の前の所持に過ぎん。モンタ、とりあえず今は昔の上位下に戻れ。戻って四国艦隊との戦いに殿のご出馬を願い、我々の先頭に立って槍を振るってくれと頼め。そうすりゃ蛤御門で死んだ長州はまた生き返る。炎の中で燃えて生きるにはこれしか道はねえ。先ほどは私が間違っておりました。大殿が我らと共に討ち死にのご覚悟ならば、井上門太、何で異敵に背を向けましょう。真っ先に死んでみせます。モンタ、よう考えを変えてくれたの。これで長州も一つになれるけんの。礼を申すぞ。ではこれより全力を挙げて敵艦隊に当たります。まず高杉にはこの政治堂にて大殿の補佐を。そうせい。伊藤俊介は下関に赴き敵捕虜の尋問を。そうせい。万に一つ敵が内陸にまで攻め込んできた場合は小郡あたりが主戦場となりましょう。さればその時に備えて井上門太を小郡の代官に。そうせい。お断りします。門太、後ろ備えは私の任ではありません。何卒下関。引き受け。代官なりゃ金も武器も自由になる。倒幕のためには金もいるし武器もいるんじゃ。目先のことを考えずにブツブツ言わんと引き受け。小郡に行きます。そうせい。英仏南米の4カ国連合艦隊18隻が訪問を開いたのは元治元年8月5日午後4時10分と記録されている。攻撃が開始されて50分後には長州藩の砲台は全て沈黙した。この日の戦闘はこれで終わった。頼むけんな。おい、よがってるぞ。急げや。おい、ここだ。何してる。早くせや。どこじゃありゃ。遊撃隊が撃っとるんじゃ。ダメじゃ、届かねえ。なんか聞こえる。
翌6日は日の出とともに猛烈な艦砲射撃が始まり、英仏蘭米1900人の兵が前田を中心にした一帯に上陸した。どこ行っちゃったんじゃ。引き上げるぞ。何？これじゃ勝負にならんけんの。どうせ遠くまで追ってこんじゃろ。さあ行くぞ。待ってくれ。俺は部下を残しとる。部下を？ああ、百姓どもか。金が奴らかまほっちょけ。そうはいかん。陽介、どうかしたんか。騎兵隊じゃっちゅうて偉そうにしとるが、百姓じゃ百姓じゃ。俺の部下じゃ。勝手にせえや。行くぞ。待て！何するんだ貴様。俺はもう一戦百姓と戦ってやる。邪魔はさせん。じゃあ来るな。よし。おりゃ浜があるだけで俺たちに当たっても構わん。どんな腕行くぞ。やったね。敵の大将やったね。見たか見たか。おいどうしても嫌か。モンタ。嫌です。どうしてそうわからんのじゃ。今は一時も早く講和をしてじゃな。そんな使者をやるのは嫌です。モンタ。倉田、僕は初めに戦うなっちゅうたはずじゃ。その時戦いあるのみ上位の旗を下ろすような変節官にはなれんちゅうたのは誰じゃ。あん時とは事情が違う。そうじゃ。浜栗御門の一件を口実に幕府は明日にでも攻めてこようとしちゃる。そんな時に外国と戦っていられると思うちょるのか。お主はエゲレスの事情に詳しい。伊藤俊介をつけるけ二人で行ってくれ。頼む。この通りじゃ。世にも頭を下げろというなら下げるぞ。一つだけはっきりさせておきたいことがあります。なんじゃ。七つの海を越えてはるばるやってくるからには敵も尋常な覚悟じゃあねえ。それと講和を結ぶからにはこちらもしっかりと腹を決めにはなりません。どんな腹積もりで交渉に当たればいいかお教えください。臨機応変、これしかあるまい。交渉事とは騙すことだ。騙す？なんちゅうこと。やめた！お断りします。
いいですか。近くに寄ってきたら頭を殴っちゃろうと思っちゃったら、いくら来い来いと手を振っても犬でさえ寄っちゃいけません。まして相手は人間です。腹ん中じゃ上位を考えながら、今は休戦、幕府が去ったらまたやっちゃろう。向こうは交渉ごとに慣れた文明人です。そんな騙しはすぐに見つけされる。僕には恥ずかしゅうてとてもできません。分かった。世が悪かった。では真偽をもって交渉に当たれ。ならばお引き受けいたします。ただし真偽をもって講和をするからには、今後朝廷から上位の御事乗りが下っても上位はやりませんな。御事乗りに背けというのか。世界の国を相手に真偽を立てるからには背くこともありましょう。その時は長州藩は上位はできません。御事乗りは撤回くださいと腹を切る覚悟で天子様におすがりするとお約束がいただけますか。分かった。今一つ、こういう交渉の席には少なくとも家老職にある人間を出さなければ向こうは信用いたしません。中帝、今のご家老方にはそれほどの器量のあるお方は。どうしてわしの顔を見るんじゃ。家老を作りましょう。作る？この度の役にうってつけの男がいます。その者を長州第一の名門宍戸家の養子にして。わしの養子？無論名目だけです。伊藤さん、生きてましたか。やっぱりいた。いると思ってました。日本語で間に合う。こんな大事な交渉、伊藤さんの英語でやるつもりだったんですか。いや、恐ろしい、それは。Commander Alexander, here are the men who injured your leg. 紹介します。長州藩筆頭家老宍戸備前の医師行馬。父が高齢ゆえ名代として参上つかまつった。提督に現参いたしたい。この戦いは我々の勝利です。認めますか。イエス。ちょっと待った。初めから敗北を認めた。全権は俺にある。黙っちょれ。では講和の条件の話に入ります。よろしいですか。イエス。我々の要求は次の3点です。その1、あなた方が馬関海峡に築いた砲台を全て完全に破壊すること。イエス。その2、今後は海峡を通過する全ての外国船には要求に応じて適正な値段で飲料水、石炭、食料を供給すること。イエス。お前イエスしか英語知らんのか。その3、これで最後です。賠償金として300万ドルを支払うこと。イエス。300ドルじゃない、300万ドルです。分かっちゃる。引っ込んじょれ。ただし支払うのは長州藩ではない、大勲、すなわち徳川幕府である。 This payment will not be paid by the Choshu clan. The Tokugawa shogunate is obliged to do so. No. なぜならば大勲が帝に上位の約束をし、その約束に従って我らに外国船打ち払いの命令を下したのである。我々はその命令に従ったまでである。よって長州藩が支払ういわれはない。その理論には承服できない。ではこうしたらどうか。賠償金の問題は江戸へ持ち込む代わりに海峡の端にある彦島を租借したい。なあ、宍戸さん、あなたは初めに敗北を認めたはずですよ。それなのに。負けたのは昨日までの戦いである。これからは勝つ。 He admits his defeat when he says it will be their last. He says they will certainly win in all future battles.
たとえ一坪の島でも咀嚼は断る。己の国を異国に貸したら最後はどうなるか、その末路を私は上海でこの目でしっかりと見てきた。断る。もはや話し合う必要はない。ご不満ならばいつでもお相手つかます。陸へ上がってこられ。長州は広い。36万石、最後の一兵が燃え尽きるまで戦ってご覧に入れましょう。結局賠償金はじめ全ての問題は江戸の徳川幕府に持ち込まれることになり、伊藤が横浜までついていくことで講和は成立した。今日の料理は私が全て指揮をして本格的に作らせました。日本における日本人が作った初めての西洋料理として歴史に残るでしょう。どうか存分に召し上がってください。あ、それにジャパニーズナイフエンドフォーク。でも伊藤さん、私たちは戦って本当に良かったと思ってます。今まで私たちは太鼓の政府が日本を支配していると考えておりましたが、これは誤りでした。これからはむしろあなた方と話し合っていかなければならないと思います。同感です。宍戸さんは今日いらっしゃらないんですか？誘ったんですが、あいにくどうしても用事があるっちゅうて。あ、そうですか。まああれほどの人だ。さぞ忙しいでしょうね。さあ、どうぞどうぞ。そなた。そうか。今日の水は合わんかったんか。ええ、あれからすぐこの下関へ帰ってきましたが、なんちゅうても生まれたところが一番よかとです。せやけどあんときゃ後であれが有名な高杉様だと聞いて、うちゃほんまにびっくりしましたわ。下関におりさえすりゃ、いつかもう一度必ずお会いできるっちゅうてそう思ってました。その説はおおきに。いやあ、世話になったのはこっちの方じゃ。朝まで眠い思いさせてこねえな鏡一つじゃ礼にならんかったな。そうじゃ、何か欲しいものはないか？いやー、どねえな無理を言うてもええ？うん。ほんまに？あうちゃ会いたいお方がおりますいね。いえ、会うちゅうより見たいちゅうのかな。身分の高いお侍さんですさかい、遠くから見るだけほんの一目でいいんですけど拝ませてくれはります？ひどい入れ上げたもんじゃのお名前考えただけでドキドキしてますね。お願いします。殿様を拝まなさるって言われてもそれはできんぞ。そげえな無理は言いません。よし、それじゃあ何とかしてやろう。なんちゅう侍じゃ？ご家老様のご子息、宍戸行馬様。どないしちゃったの？いや、なしてあの男をそない見たいんじゃ。そやかって黒船は明日出ていくそうですけど、これもみんな行馬様のおかげどっしゃろ？大きな帽子かぶらはって黒船に乗り込んでこの下関の町を助けてくれはった。うちらみんなあのお方に夢中ですね。羨ましい男じゃの。で、どうでっしゃろ、さっきの話。残念じゃがちいと無理じゃの。
なしてですか？いや、あの男は今めちゃめちゃに忙しい。俺だってなかなか会えないぐらいじゃ。諦め。そうですか。安請け合いして悪かったの。無料言うたんはうちですけ。がっかりしたか？そんな、うちら高望みはせんようにならされてますさかい。あ、新規クソして堪忍。パッとやりまひょ。三千世界のカラスを殺し主と朝寝がしてみたい。お前、名前は何て言うんじゃ？この糸ちゅんです。本名じゃ。追うのです。大野、宍戸業務の代わりに俺ではどうじゃ？え？それほんまですか？嘘や。そねえなこと嘘や。ほんまはうち京都の時か。いや、やっぱり嘘や。うちら高望みはせんようにして。もえ。何も言うな。蛤御門で勝利を得た徳川幕府の長州への対応は厳しかった。まずその手始めとして江戸と大阪の長州藩邸を壊し、京都では勤王の志士の残党狩りを行った。お改めどしたら遠慮せんとどうぞ。桂来なかったか？いやけったいなこと聞かんといておくれやす。あてがあの人に会うてへんのは毎日あてを見張ってはる長倉派がよう知っておるやすやろ。どけ！
お母さん、姉さん、おおきに。なんの長い間ごひいきになってもろたさかいにせめてもの恩返しやがな。さあちょっと気ぃつけや。ええな。はいはい。おおきに。今までどこにおいやした？何のことずでもくれんと心配しましたね。お前を巻き添えにしとはなかったんじゃ。やっぱりダメじゃったあとのことよりこれからどないおしやす？の。もう今日にはおられん。どこにお行きやすの？仁助おるか？へえ、おりますけど。あの男の国は確か田島じゃったの。へえ、伊豆市とか言うてましたけど、まさかあんな頼りない男の世話になるつもりや。お前もそう思うか？へえ、あてだけをへん。誰かではないの男は。それで諸次第も新選組もそう思うてくれるじゃろう。さらんとうちの作ったもんはお口に合えへんのですやろか。いやそうじゃねえ。ちょっと考え事をしちゃったもんじゃから。考えるって何を？友達のことじゃ。仲良しが大勢死んでしもうての。何しんさったん？流行り病かなんかで？まあそねえなもんじゃが、ひょっとするとわしが殺したのかもしれん。どうか元気出してくださいな。ありがとう。明日伊豆市にお帰りにさるの？ああ。また来ておくれんされね。お湯しかあらしませんけど城崎は静かでええとこですから。そうしよう。これからはもう誰にも会わずに伊豆市に暮らすつもりじゃから、また時々厄介になるわ。待っとります。どうじゃ、わしと一緒に暮らすか？言いたるんですか？びっくりした。そやけど元気になってよかった。うちでよかったらいつでもどうぞ。この年元治元年10月22日、徳川幕府は長州藩を葬り、反幕府勢力を一掃する目的でついに長州征伐の動員令を下した。清張軍の総督には尾張藩主徳川義勝、副総督に福井藩主松平持明を据え、それに従う兵力は西国21藩総計15万人に及ぶ大軍であった。これに対して迎える長州では反論が進歩派と保守派の真っ二つに割れた。山口を本拠とする進歩派の主張は、幕府があくまで武力によって罰を強要するならば最後の一兵まで戦うというもので、これは須府正之助のほか高杉晋作、井上門太など松下村塾系統の人々で構成されていた。保守派は萩を本拠とし、あくまでお家大事を考えて幕府に無条件降伏を主張した。保守はいつの時代でもそうだが、こちらには身分の高い侍が多かった。
藩政の主導権をめぐって両派の間で激しい討論が繰り返された。そして保守派が勝った。直ちに屈強の指定からなる先鋒隊が組織され、藩主親子を山口から萩へ移すことになった。やるぞ。殿に逆賊の汚名を着せたのは全ては乗れないんだ。恥をし。恥知らずはどっちじゃ。控えるか。控えろ。あなたご用がなけりゃお先に休ませていただきますが。入れ。はい。もう。何見る？ええから言うてみ。はい。田舎の駅舎のようでありますが。よし。侍には見えんの。はい。俺はしばらくの間留守をする。どちらへ？お帰りはいつ？俺にもわからん。だが当分の間は戻れんじゃろう。どこ行くかはお前も知らん方がええ。父上のことを頼むぞ。いつも苦労かけるの。すまん。あなた。マサ。生かしじゃれ。わしからも頼む。高杉殿、ご開門つかせ。多分想像し、少しは控えなさい。何事ですかな。ご子息をお城へ連行いたす。断っちょくが、これは上位ですぞ。新作は宵のうちに出たっきり、まだ帰っちょらん。では改めて。ならん。痩せたりとはいえこれより仲間は毛利家不代高杉家の城じゃ。夜分土足のまんま踏み込むことは許さん。新作が戻るまでそこで待っちゃれ。これは上位でござるぞ。おお、ならばわしが殿に直々お目通り願って新作は不在だと申し上げよう。言うまでもないが万に一つ偽りのご上位であった時のお覚悟はできちょりましょうの。幼くして高杉家に課したマサは留守の多かった新作と短い一生を送った発行の妻であった。竹本前や。まだ遠くへ行くまい。探せ。はっ。
宴会無用。桂小五郎生き方知れずの今、また高杉晋作という太陽が一匹網から逃げた。それのみか、山口にはいまだに正義派と称する輩が野放しだ。一方騎兵隊など諸隊の解散手につかず。それでは長州藩に標準の心得との報告はできんな。しばらく、今しばらくのご猶予を。今夜中にも必ず標準の証をお目にかけまするゆえ、しばらく、今しばらくを。お城からお使者がおいでになりましたが。なんだ、お前か。大殿がお召しです。大殿？こんな夜分に萩まで行くのか。お前も飲むか。いいえ、急ぎますゆえ。俺はたった今岩国から帰ってきたばかりだ。少しは休ませろ。岩国っちゅうと吉川様のところへ。そうじゃ。長州のために奔走くださっているお方じゃ。幕府は長州謝罪の条件として京へ攻め寄せた3人の家老の首を要求しちょる。だからな、俺も腹を切るからその3人の首の中へ入れてくれろと頼んできたところじゃ。ところで萩では誰が腹を切るんじゃ。椋梨か岡本か中川か、それとも3人一緒か。これまでは尊王攘夷まことに結構と追奨しながら今になると。そろそろお立ちください。幕府はな、何が何でも長州を潰すつもりだ。だがな、家老職政務座の役にある者10人が並んで腹を切って天下に訴えれば万人一つ長州は助かるかもしれん。大殿がお持ちでございます。月っちゅうのはこねえな悲しい顔しちょったかのどちらへ。バカ者、何も持っちまあ川屋や川屋だ。逃げた。おい。方角のために恩師らに誠の侍の死に様見せちゃう。見たままを萩に帰って皆に伝えよ。出たわ。だわ。みんなが保守派による血の粛清が始まった。
し。もうこの辺でええで。いや、あと少し。今日は何やらガサガサしておりますね。あとは目と鼻じゃ。子供扱いすんな。借りるぞ。お井上さん、井上さん。おお、誰じゃ。おっしゃ。まあまあ所さん、もうおつけ帰る頃なんですけど、今日はどこにも寄らんと帰るっちゅうて言うちょりました。いやいや、別に用事っちゅうほどのことはないんじゃけど、久しぶりじゃから一杯やろうかと思っての。まあまあ、それはそれは。さあどうぞお上がりになって、もうちょっと手伝わされ。おっかさん、おっかさん、しっかりしてくだされ。しっかり。もんた。井上さん、わしらが油断したばっかりに。もんた、なんじゃ、どうしたんじゃ。わかった。なりません。もんたを殺すならわしも一緒に殺しちゃれ。おっかさん、これ以上苦しめちゃかわいそうじゃ。命出され。もんたを助かる。いいえ、助けてみせちゃるけ。所さん、手当てをしてください。お願いじゃ。もんたを助けてください。はよ、はよ。もんた。しっかりおさえしょってくれや。それじゃあ始めるけんの。死ぬんじゃねえ。死ぬんじゃねえぞ。もんた。この日偶然訪ねてきた所幾太郎に医術の心得があったこともモンタには幸運であった。ところは畳針で傷を縫ったという。この母の愛が後年の外務大臣井上馨の命を救った。とりあえずここなら安心でございます。いやそれにしてもよう萩から出られましたの。昼間から何か動きがおかしいんで気にはしとったが、まさかこねんなことをするとは思わんかった。スフ先生、ご立派なお最後でございました。その身なりでは何か用意いたしますけ、しばらくお待ちを。
影細く見える。今宵かな。保守派が下関に進出してきた。到着するや直ちに二手に分かれ、一帯は京都から追われた三条など5人の公家が蟄居している高山寺に向かった。ここでは三条たち5人に長州から出るよう迫る一方、阿弥陀寺では公家を守って下関にいる諸隊の隊長を集めて諸隊解散を命じる藩主の命令を伝えた。増田、国士、越後の三家老に蛤御門の責任を取って切腹を命じる使者が飛んだ。そしてそれと同時にそれら罪状じゃ。腹は切れん。逆賊謀反、不忠義、そのどの一つをとっても思い当たる節はないわ。腹は切る。見事に切ってみせる。だがそのお定書きを書き直さなければ腹が切らんぞ。死ねん。これじゃ死ねん。わしを切れるのか。間違ってる。かくて幕府の暗黙の命令によって進歩派の指導者は全て粛清され、騎兵隊などの諸隊も解散に追い込まれた。九州で歩兵に失敗して高杉晋作が一人下関へ帰ってきたのは、このように長州藩がいよいよ最後の土壇場に追い詰められていた時であった。女を返せ。おいしらいい加減にし。ところで今後の身の振り方どねするつもりじゃ。考えても仕方ない。なるようにしかならん。こねえなこってだる。いっそ蛤御門で死んだ方がましやったわい。まさに死に遅れた。おやいても仕方がねえ。まずは生きることじゃ。一体萩は俺たちをどう考えておるんじゃ。高杉さん、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 高杉さん。僕は高杉晋作じゃ。僕はこれから萩の奴らを撃つ。共に戦う同志はおらんか。このままじゃ長州は滅びる。長州が滅びれば君たちも滅びる。このように座して酒を飲みながら滅びるのを待つつもりか。我々は滅びるのを待っているんじゃない。解散命令を撤回すべく萩の重役連中と交渉中で返事を待っとるんじゃ。返事次第ではそれ相応の覚悟がある。甘い。君たちに解散命令を出したのは萩じゃねえ。その後ろにいる幕府じゃ。諸君は長州を滅ぼそうとしとる敵からどのような返事を期待しとるんじゃ。
甘い甘い。今戦わんにゃ冬を戦場に残すぞ。戦うんじゃ。戦おう。高杉さん、恩師の考えはわからんでもねえが過激すぎる。どこが過激じゃ。幕府と萩と二つを敵に回してどんな賞賛があるっちゅうんです。賞賛はない。そんな高杉さん、賞賛のない戦いに大事な部下を使えるわけはないでしょうが。むちゃくちゃじゃ。話にならん。高杉さん、どうか冷静になってください。戦え戦えっちゅうて言われても無謀極まりないとはお思いになりませんか。思わん。これは正義の戦いじゃ。刀を持ち槍を構え、萩に向かって一里進めば一里の忠、二里進めば二里の義を尽くすことになるんじゃ。そりゃあなたのような生まれながらの侍の理屈じゃ。そうだ、我々は侍じゃない。忠義のために命を捨てることはできません。やるっちゅうならどうか勝手にやってください。我々は萩からの返事を待ちます。誰もおらんのか。俺についてくる者はおらんのか。分かった。恩師らの心底見えた。恩師ら卑怯者じゃ。何？おっしゃれてみろ。おう、何度でも言おう。賞賛のある戦なら誰もやる。恩師らが騎兵隊に入った時、恩師らあの黒船に対して賞賛あったか。あの黒船が長州中国に恩師らのふるさとを滅ぼそうとしたから立ち上がったんじゃなかったんか。今の幕府がそうじゃ。俺は恩師らのふるさとを滅ぼそうとしとる。俺は俺の忠義、恩師らには恩師らの国への忠義があるはずじゃ。ないんか。ないやつを俺は卑怯者腰抜けて言うんじゃ。よう考えろ。よう考えて、まだ己に少しでも勇気があると思ったら明朝の国鉱山寺へ来い。俺はそこにいる。待ってください。一人で同盟するつもりなんです。萩へ行く。あくまで殿に幕府との決戦を訴え、起ききれなくは城門の前にてこの腹かっさばくまで。お前は来ると思っちゃったが、もうええ。帰れ。高杉さんとは長い付き合いじゃ。死ぬまで付き合います。どうせ土建も行くところもねえんじゃ。もたれ死にするくらいなら早く楽になった方がええ。それに万に一つデッキ当たるくじが引けるかもしれませんしね。まあその方は見込みがねえがの。行くぞ。はい。高杉さん。
高杉さん、私たちも行きますよ。私たちも連れてってください。連れてってください。勝てる。勝てるぞ。長州を囲む15万の清張軍と保守派を敵にしてわずか74人。これが世に言う鉱山寺決起である。鈴先生にお見せしたかったの。私たち小郡下郷の庄屋28軒は財力の続く限りご援助いたしますから、どうぞ思いっきり戦ってください。このまま長州藩が滅びて35万石がそっくり幕府の領地になりゃ、私らも土地を失って一文なしになる。この戦いは私らにとっても生きるか死ぬか。高杉さん、私ら一気起こしてるようなもんですよ。そう、これはまさに一揆であった。誰でもいいんじゃ。侍になれる。よし、俺も行って。お殿さん。携帯はどこにいるんですかいね。多分小郡じゃないかの。それじゃあこっちへは。さあ先のことはちょっとわからんが、しばらくは向こうじゃと思うがの。三田尻で会うたがあの方元気じゃった。だからあんたも元気出して帰ってきたら笑うて迎えてあげなさい。待つのも務めのうちじゃ。あの人咳をしていませんでした？咳？さあ気がつかんかったけどな。それならいいんですけど、おついでがありましたらこれを届けてくれませんか？どんな熱でもすぐ下がる、とてもよく効くお薬なんです。もう分かった、届けよう。きっとですよ、忘れんでくださいね。堪忍がしてすんまへん。これでよか。この辺は埃が多いけんこうせんと破傷風になって指が腐るちゅうて言われております。そうですか。大きに。京都からお見えか。ええ、ちょっとお人を訪ねて。おお。そうや、外人応接係いうお役者はどこです？それならこの先の海岸通りじゃが、誰を？
村田蔵六先生。おお、村田先生は今お国へ帰っていなさるがの。お国へと確か須善寺。あ、そうでした。ど忘れしてしまって。おおきにすんまへん。きれいな人。お願いです先生。どうぞ隠さんとあの人がどこにおいやすか教えておくれやす。伊豆市いうところへ行く言うてお出かけやしたんですが、間もなく他へ移るとことづてが一度あったっきりで、あとは今日まで何にも。頼りがないは無事な証拠ちいます。そうやけどご存知なんですね。あの人はいっつも先生のことをお話しといやした。自分にはないものを持っといやすお方や、どんな時でも間違いのない判断をなさるお人や言うて。あなたもそう思ってくれますか？へえ。では私の言う通りにしてください。確かに私は桂さんの居所を知っておりますが、あなたを会わすわけにはいきません。あなたの周りには幕府の目が控えております。あなたを桂さんのところへやるのは新選組を連れて行くようなもんです。それに今の長州は桂さんを迎える状態ではありません。迎えられる日が来たらどこにいるか教えます。いえ、決して気休めで言うとんじゃありません。約束します。そういう日を作ってくれる人がおるんです。それはどなたはんが？高杉氏。ありがとう。はい。新選組長倉新八、同じく大石桑次郎、宮山どうで人違いだ。今さら何を？人違いならば我々と一緒に京都へ戻るか。騒がしたの亭主、俺たちは京都市中見回る新選組だ。この者はかねて手配中の不逞の浪人だが、やっと追い詰め成敗したところだ。伊豆市藩の役人が来たら
見た通り届けてろ。分かったのか。行くぞ。萩の保守派と騎兵隊との間で戦闘の火蓋が切られたのは1月の半ばであった。どこじゃ見たか。撃て撃て。逃げろ。百姓、ごめん。江戸で敗れ太田でも敗れた保守派は萩へ退き、勢いに乗った騎兵隊をはじめとする諸隊は萩城へ迫った。新作はぶんどった軍艦を城の背後に回して盛んに空砲を撃たせ、これが城内の混乱に拍車をかけた。もはやこれ以上持ちこたえることはできません。我慢。申し上げます。事態の急変に驚いた清張軍は対応策を講じたが、長州潰すべしという強硬論と毛利親子の謹慎で垂れりという穏健論が入り乱れてなかなか結論が出なかった。そしてさらに清張軍を困惑させたのは、ここに終始沈黙を守った一団があったことである。薩摩藩である。何卒会議にご出席くださるよう皆様のご要請でございますが。そげん必要はご安静。薩摩の意見は前に申し上げました通りと仰せられると。本件については他藩の要介するとこにはあらず、長州人の処置は長州人によってつけさせるべし。この瞬間、徳川幕府の第一次長州征伐は腰砕けになった。ご精が出ますの。あの人がいつ帰ってきても栄養にしちょるのがうちの務めですけ。ああ、まあ早う帰ってこられるとええですの。うちは願かけてますの。あの人が元気で早く帰ってくれば
もう何にも。よあの人が元気で早く帰ってくればもう何にもの。あとは大野さん何ですか。旦那さんひどい。いやいや邪魔者は大佐大佐。お帰りなさいましたの。おじわる会いたかった。開けっぱなしでえらいのんきな商いしてはりますな。何にも心配なことはおへん。長州征伐があかんようになったら新選組も会津もすっかりタガが緩まはってあて大手を振ってここまで来られましたえ。そうか、村田さんが今は帰る時だとそういう手お前を起こしたんか。帰ってくれはりますな。わしも帰るつもりじゃった。ほんまどすか。自らの手で自らを葬りここに骨を埋めるつもりじゃったがやはり死ねん。こねえなところじゃ人の噂でしか世の中のことはわからん。聞くまいとした。じゃがすればするほど心が騒いでのう。辛い一年じゃった。そやけどそれももう終わりました。あんたはんがお出になる舞台を高杉さんや皆さんが作っておくれやしたんです。なはよ帰りまよ。もうご近所にもご挨拶済ませてありますさかいに。なんちゅうた今。道楽者で家出をした亭主を今日から女房が迎えに来たと言いました。誰のことじゃ。あてとあんた。そうでも言わんとこの町から出られまへんやろ。城崎にもええお人がおいやすそうやし。誰から聞いたんじゃ。半日も留守番をしてれば大抵のことは耳に入ります。やれやれ、こっちのすっかり片付きました。すんまへん。おおきに。恨んどいやしたか。とんでもない。こんなにぎょうさんもらってほんまにすんまへん。おかみさんによう謝っといてなって。恨むなんてちっとも思うてしまへん。康介さん、あんたも悪い人やね。こんな綺麗なおかみさんが印さるのに田舎娘にちょっかい出しんさって祇園で散々道楽し尽くしてそれでここに逃げてきんさったんやってね。まだ来れんのかいな。お恥ずかしい。これ以上恥をかかんうちにほなそろそろ。ああそらあかんそらあかん。仮にも一年の間同じ町内で暮らしんさったんやから賑やかにお別れしんさらんとな。康介さん大層芸達者なんやろね。そらもう踊りでも何でもできひんもんおへん。あ、お箱はカッポレ。あらおいおいカッポレわしも大好き。やりますか。カッポレカッポレよいとなよいよいおき桂が帰ってきた。桂小五郎が生きていた。桂先生が帰ってきたぞ。先生が帰ってきたぞ。桂先生。先生。
留守の間やれることはやってきました。高杉、これから先のことはお願いします。苦労かけてすまなかった。いや、殿や若君がお持ちです。言ってください。僕は堅苦しいのは苦手じゃ。今下関におります。そろそろ鯛が思うなったから食いに来てください。山の中じゃ食えんかったでしょ。やむを得ざる事情とはいえ、帰国が遅れたことは誠にもって不忠の極み。何卒お許しを賜りたく、伏してお願い申し上げます。そちの罪ではあるまい。許す。ありがたき幸せ。その方が差し出した検索の数々、誠にもっとも。よって本日より国政型養男役を仰せつける。ありがたき幸せ。かくて桂小五郎は長州藩の外交軍事両面の指導者になった。桂は直ちに一連の平成改革を解き、騎兵隊などの諸隊を長州藩の正規軍に取り立て、目前に迫った幕府軍の攻撃に備えて長州全土をハリネズミのように要塞化するべきだと強調した。そして長州藩の使命を制するこの軍事力の強化整備には、そちは誰を推す？村田蔵六殿こそ最適任だと愚行をつかまつります。そうせい。先生、お出かけかね？ちいと山口までな。わしのあんまこはいつになったら作ってくれるかの？ちゃんと作ってある。家でもらいなさい。そら、珍しいことがあるもんじゃ。そんなら今晩一生持っていくけ。当分帰らん。またでえけん。身分の高い人に対する部隊としての挨拶です。やってみなさい。直れ！下がれ！スー！直れ！長蓮を見たいと仰せられて若君がおいでになる。粗相のねえようにの。若君に対し立て祭り捧げスープ本当じゃ。奥助はエゲレスの大将をやっつけた。バカんでよ、ダーンってやったらでっけえぞがひっくり返ったか。奥助もやられちまった。これじゃちゃんと名前が入っちゃうじゃろ。5丁になるとここに1本線がつくんじゃ。そねなるとそこらの足軽よりはずっと手したもんじゃ。この腕で鉄砲も撃てば槍もつく。触ってみろほら。これが男の腕っちゅうもんじゃ。母ちゃん、そんな心配いらんで。三度白いまんま腹いっぺい食って年貢で泣いとったのが夢みてえじゃ。ありがてえこっちゃの。
おう母ちゃん。母ちゃん、俺はまだ中途兵士やけど、上等兵士になるとの月に銀40目くれて米を2升1合くれるんじゃ。大野さん、高杉様がお客様をお連れですよ。お客？桂様やら誰やらもうお偉い方ばっかり。いや、どねんしよう。お帰りなさいませ。ただいますぐお支度を。いや、ちょっと話があるから先はいらん。はい、それでは。お座布団。お座布団どうぞ。ああ、そんなものいらん。それより大事な話があるけ、誰が来ても中に入れんな。はい。あ、そうじゃ、これはいけん。これが大嫌いで、見ただけで泡を吹いてひっくり返る堅物がおる。誰だかわかるかの？我が藩の中核となる軍は騎兵隊を中心とする初隊1500人。この兵は実戦の経験もあり、おそらく今の日本では最強の軍隊でしょう。ただ泣きどころは火器の不足です。今のままじゃ長州は守れません。そんなに足らんのですか？私の計算ではミニエ銃が4100丁、それにゲベール銃が3000、合わせて7100丁。これだけはどうしてもいります。買うとなりゃやっぱ長崎のグラバー商会からですが、村田さんに言われて密かに当たってみました。ミニエが1丁19両、ゲベールが5両で締めて92,900両になるそうです。高えの。お前グラバーに足元見られたんじゃねえのか？そねえなことはありません。どうせ秘密の取引になると思ってまだ長州の名前は出しておりません。長州だと分かればこの金額の2、3割はふっかけてくるでしょう。いくら高うてもいるもんじゃったら川にはならんじゃろうが、グラバーの線から秘密が漏れん確信はあるんか？あと1、2年力を蓄えるまで幕府とは戦いとはね。いい方法があります。薩摩に買ってもらいましょう。しかしそれはできぬ相談じゃ。やはり少々の危険には目をつぶって薩摩から横流ししてもらうよりないでしょうな。俊介、恩師はグラバー商会に詳しいじゃろ。あそこに出入りしとる薩摩の連中の中で金に困っちゅうやつはおらんのか？お考えになっちゃうことはわかりますが、そんなのはおらんか？買い付け係がともかく上に立っちゃうのがしっかりしたやつじゃから、そりゃ無理ですの。なんちゅうやつじゃ？名前は確か五代才助か？ええ、五代才助。おいは薩摩藩士五代才助でごわす。あの男なら上海で一緒だった。志を持っとる男じゃ。俊介、
すぐに会えるように手配してくれ。あの男なら話せるぞ。よしわかった。この一夜が薩長連合の始まりだったとはこの時はまだ誰も考えもしなかった。野田さん、お久しぶりですね。いや伊藤さんから話は聞きました。おいも大賛成でごわすが、おいはこれからヨーロッパへ行っと藩の内部に根回しをする時間がごわはん。それでよか土産ば持ってきました。生きた土産でごわす。先生、着きました。坂本龍馬です。おお、名案じゃ名案じゃ。ああ、薩摩の旗を僕の会社の亀山社長の船に立てれば7000丁の銃は一気に運べる気に。そねに簡単に言うが、薩摩藩内にも長州と組むのに反対する向きもあるじゃろう。なんだなんだ。反対しとるのは殿さんと殿さんの周りの年寄りだけじゃ。西郷さんは前からご快な機会を待っとった。きっと喜んでくれる。そうじゃなあ、お気に留めてやる僕の船でこれから薩摩に行かんかや。この足でか。恩師も気が早いの。行くんなら桂さんじゃ。桂さんどこにいる？桂さん、桂さん、待て。恩師には負けた。頼むしもうちと落ち着いてくれや。絶えず何かをやっちゃかんと今の世の中の動きにはついていけんような気がしてな。いやー、スローリンの貧乏根性じゃ。この一見粗雑に見える土佐の風雲児は実はとてつもない構想を胸の底に秘めていた。まずは今度のような経済交流を通して薩長両藩を結びつけ、ゆくゆくは軍事同盟にまで持っていこうとする構想である。これが世に言う薩長同盟だが、成立するまでには幾多の障害があった。桂先生、あんたにお聞きしていることがある。なんじゃ君たちは。失礼じゃないか。やけこそ聞き頃によると近頃密かに薩摩の妹どもと何やら画策なさっちょるようじゃが。何やらじゃわからん。どういうことじゃ。わしの部下じゃ。これだけは言うちょく。この長州を守っちょるのは俺たちじゃが、このうちの誰一人として一昨年のあの無念、薩摩の妹どもに計られて300人の仲間を失うたあのハマグリ顧問の悔しさは忘れちょらん。薩摩は敵じゃ。敵に通じちょるやつは裏切り者として成敗する。聞いておこう。高杉さん、何しちょるんです？考えちょるんじゃ。ほら、またその嫌な咳をする。少しはじっとしとったらどうです？なんか用か？大変です。正体のことか？国中に劇を飛ばして続々と山口に集まっちゃいます。なんとかせんと大変なことになりますよ。ようよう考えたんじゃが、ハマグリ顧問の時俺は牢に入っちょって薩摩と直接は戦っちょらんかった。僕はロンドンにおった高杉さんと同じじゃ。俺たちはみんなより薩摩に対する憎しみが薄いのかもしれんの。じゃから薩摩と組もうなと考えたんじゃ。いや、方向は間違っちょらん。これしかねえ。ねえんじゃが。はあ、参ったのう。今度ばかりは本当に参った。この時桂には密書が届いていた。京都の薩摩藩邸にてかねてよりの懸案につき面談いたしたいという西郷の密書である。だがしかし
は許せん。会津のさん、船舶書ができた。おいしら注目。読むけ聞いてくれ。天白書。一昨年夏、我らは勤王の志ほとばしるまま上洛するも、薩摩会津の関係に陥れられ、今朝敵逆賊の汚名を被る。これは今三田路に着いたばかりのアームストロング砲です。後方装填式で射程距離は2000メートル以上。この炸裂弾一発で一中隊は完全に全滅します。これはアームストロングでも小型な方ですが、幕府はこれを何門も所有しております。ミニエやゲベールだけで突撃すれば敵陣にたどり着く前に、私の計算では4割5分の兵士が戦闘不能になります。では買えばいい。そうです、買いましょう。だがこの大砲は薩摩を通してでなければ手に入らんのです。村瀬さん、あんた何が言いたいんじゃ。事実です。私は学者ですから事実しか言いません。事実っていうのは何よりも確かなもんです。諸君は桂さんとこうともにして、その目で事実をしっかり見極めたらええでしょう。その上でなら何をしても後悔せんでしょう。事実がどれだけ確かなものか、これからお見せしましょう。準備よし、準備よし。距離2500メートル。撃てい。百聞は一見にしかず。大砲の威力は人の恩衆を超えたものです。慶応2年1月8日、桂小五郎は西郷隆盛の招きに応じて薩摩藩邸に入った。桂さん、桂さんどこにおるんじゃ。桂さん。おお、ここにおったのか。いやー、遅刻するにこと書いて10日も遅くなってしまった。現にはくどすまんけ。で、同盟はどのように結ばれた。いや、それを楽しみにやってきたんじゃ。まだ何の話も知らん。いや、西郷さんがまだ来とらんのか。いや、来ちょる。大久保一蔵殿、小松立脇殿、薩摩のお偉方みんな揃うちょる。ならばどうして10日も。西郷殿に聞いてみたらどうじゃ。西郷さん。長州の方から口を切らん限り、薩摩から頼む筋合いはご安心。我らは薩摩藩のために苦汁を飲まされた。その結果はどうか。薩摩は天皇のご信任をかたじけなくし、一方我が長州藩は朝敵の汚名を被り孤立無縁。西は下関から東は広島まで長州征伐の軍にびっしり包囲されちゅる。こうした立場にいるわしらから同盟の口を切りゃ、それはもう互角の同盟じゃねえ。わかるか坂本君。わしらは膝を屈し頭を垂れて助けを求めに来たんじゃねえ。そげんことは初めに言うちょりもしたが、
連れてきた者の前での強がりでごわす。それじゃあ薩摩から切り出すというのはどうしても。侍っちゅうのは窮屈なもんじゃのう。薩摩がなんぜ長州がなんぜ別に大したことはないろうが、この広い日本国のただの切れっ端に過ぎん。意地を張るのもいいが、しかし外国の偉人どもはこの騒ぎをただ黙って見ちゃはせんぜよ。こんなことをしちゅう間に対馬、壱岐、佐渡はイギリスとフランスのものに、蝦夷地はロシアのものに、伊豆の南七島はアメリカのものにと力ずくで奪い取られていく。そうなったら後の祭りじゃ。そうなった時、西郷さん、あんた日本人に何と詫びる？わしはこれから薩摩の部屋に行こうと思うちょる。ただただ頭を下げに。わしらには朝敵の汚名が張られちょる。この汚名がつきまとう限りわしらには味方はねえ。朝廷と縁が切れちょる今、この件は薩摩に頼むしかねえ。私は西郷に頭を下げよう。切りたきゃ切れ。決して恨みはせぬ。桂さん、桂さん、申し訳ない。西郷さん、長州の魂見えもした。西郷は悪か男でごわす。薩摩とて今同盟には一般の運命がかかっております。新帝の見えん者とは手は組めんといろいろ計りおりましたが、薩長同盟こちらからお頼み申そう。西郷さん、六ヶ条よりなる薩長同盟が成立したのはその日のうちである。よし、できた。海軍は高杉晋作、陸軍は村田蔵六、そして作戦並びに対外交渉は桂小五郎がそれぞれ総括し、長州全土が燃え尽きるまで戦うことをお誓いいたします。一本の矢は折れるが三本の矢は折れんちゅうのが我が毛利家の遺訓である。頼むぞ。その3ヶ月後、将軍家茂が上洛して長州征伐の陣を張った。幕府の威信にかけて今度こそ長州藩と決着をつけるためである。なんと薩摩が出兵を辞退したどころか、京大阪両藩邸にそれぞれ1000を数える兵を集結中にございます。一橋殿、だから江戸ではこれ以上の長州征伐は無用だと申したのだ。このことは考えておいでだったか。
うすうすは察しておりながら強行なされたのか。薩摩の進呈が見えたのは願ってもないこと。長州の次は薩摩と。これではっきり目標が決まりました。この度のことは一長州藩の問題ではございません。かの国内にあっては身分の低い者が選抜されて国事の議決をなし、さらには総毛屈起と称して身分卑しき者を武士に変えるなど、かつて危険思想として罰した吉田松陰の教えた道を歩んでおります。これは新君以来の日本の武家体制そのものを揺るがす大事と心得ております。今薩摩の進呈が見えたのは願ってもないこと。これで長州の次は薩摩とはっきり目標が決まりました。かくて6月15日を期して長州を囲む4つの口より一斉に踏み込めとの軍令が下った。幕府はこの4カ所から攻めてきます。大島口、芸州口、関州口、そしてここ下関の小倉口です。まず大島口ですが、ここは初めから放棄します。なぜじゃ。ここは幕府の海軍が兵を積んでくるでしょうが、それならば兵力には限りがあります。せいぜい島を舞うぐらいで大戦には全く影響ありません。ここは忘れてください。次は芸州口ですが、ここも心配はありません。いや待て村田、先ほどその方は芸州口に取り掛かる敵はいいと榊原じゃと申したが、両家とも天気天正の昔から武勇で聞こえた大名じゃ。それでも案ずるなっちゅうんか。はい、その通りです。驚いたことにこの芸州口の戦いは村田蔵六の予言通りになった。戦国時代そのままに虎貝を吹き鳴らし押し太鼓を打って進んできた井伊榊原軍は騎兵隊のミニエ・ゲベール銃の格好の標的になって敗退。以後この戦線は膠着状態になったのである。残るは2カ所。この関州口は私が出ます。敵は浜田藩、増田藩、そして紀州。兵力は紀州勢だけでおそらく2000は越すでしょう。その方の手勢は初隊のうち山育ちの兵を主力にした南縁隊ほか700名。それだけしかおらんのか。います。なぜ連れて行かんのじゃ。騎兵隊などの主力は全部この小倉口に投入します。小倉には幕府の城があります。これを取るか、または取れずに逆に下関に攻め込まれるか、遠からず日本中の目はこの一手に集まるでしょう。この戦いの要は
この小倉口です。この頃小倉城にはすでに老中小笠原長道が幕府の誇る軍艦5隻を率いて入城し、久留米、柳川、熊本の諸藩と軍議を練っていた。してこの小倉口には誰を？海軍並びに騎兵隊開闢総督高杉晋作殿。攻撃の火札を切ったのは長州である。3隻の軍艦と壇の浦、弟子町などの砲台が対岸の幕府の砲台にめがけて一斉刺激を加えたのである。半時の砲撃で陸上は沈黙したが、幕府海軍の反撃は猛烈を極め、特に旗艦富士山丸の主砲は強烈な威力を発揮した。今度は長州が沈黙したが、海峡を挟んでのこの砲撃戦は高杉晋作の陽動作戦で、真の狙いは九州上陸であった。長州が代理に取り付き応戦中にございます。兵力は今はまだ不明でございます。有馬殿、立花殿にご足労を願おう。黒江藩と柳川藩に出動を命じよう。はっ。見える。そうじゃ。
あれが小倉城じゃ。高杉さん。なんじゃここにおったんですか。すいました。下の第二の砦は取りました。よし、引き上げじゃ。なんですって引き上げる。やっと取ったんですよ。長与しちゃ少人数だと見破られるぞ。長州剛と分からせりゃ今日のところはそれで十分じゃ。向こうから当分海峡を渡る気にはならんじゃろう。俺たちは違う。あの城を落とすまでは何度でも来る。何度でものう。小倉口の戦闘が始まる10日前に村田蔵六は石州口へ向かっていた。長州藩領を出るとすぐ津和野藩だが、隣同士として長い間友好関係にあった津和野藩に戦う意思はなく、無条件で領内を通らせた。津和野で生まれた森林太郎、後の森鴎外はこの時4歳だった。だから通っていく長州軍をどこかで見ていたはずである。津和野を出て浜田藩領に入った途端に異変が起こった。どきなさい。我が君より一兵たりとも通すなとの仰せがあった。よって通すわけには参らん。一人で何ができるんです。部下はどうしました。浜田の町に下がらせた。なぜです。無駄な血を流すことはあるまい。それでしたらあなたも下がったらどうです。我が家は関守として6代にわたって浜田の六王藩だ。さればあくまで関守としてその方たちと戦うは拙者にとって君には忠義、祖先には功を尽くす道である。ああ、じゃあ勝手にそこにいろ。俺たちは通る。参れ。やめなさい。わかりました。人はいろいろです。お互い邪魔にならない限りそれぞれの道を進めばよろしい。私たちは別の道を行きます。おじかおじがやってるか。戦で敵をやってとか悪いんじゃ。おじゃおじが武士の情けちもんがわからんのか。隊長だって侍じゃねえはずじゃ。だろ俺たちは心はすでに侍じゃ。やめなさい。2、3人残して丁重に埋葬してやってください。ほな向こうです。村さん。ああ、ちょうどよかった。北側の通りとあの森に一個招待ずつ置いてください。そねえなとこへは。いいんです、これで。行くぞ。はあ、どういうこっちゃ。あ、そうだ。大事なこと忘れてました。敵と会ったら逃げるようみんなに言いなさい。逃げる。そうです。まず逃げるんです。引け引け引くんじゃ。大体成功。何でもいいけ行けね。大体成功。ダウンするな。屋根の上に気をつけろ。
して一点の誤りがねえ。高額のために伺いて土下してあんなことができたんですかいの。はしごのおかげです。はしご？高いところから見れば人間の動きがよくわかります。いや、こいつは参った。はしごの。よし、この気を逃さず明日から一気に浜田の城を出しましょう。いえ、これで当分清掃はしません。この先には2000の紀州藩がいます。このまま持久戦に持ち込めば紀州藩は浜田領内の食料を挑発するでしょう。紀州兵だけで1日15票、10日で150票、膨大な量です。必ず浜田藩との間に圧力が起こるでしょう。まして今浜田には米がねえからなおさらです。米がねえ？いや、米がねえってのはどういうことですかいの？一月前から大阪に手を回して買い占めておきました。早ければ20日で敵の戦線は崩壊するでしょう。それまで防御すればいいんです。こことここ、これを結ぶ線を守ってたらたらじっとしていなさい。ええですね。切り合いはいけませんよ。長いものを振り回すのは野蛮人のすることです。では明日から配置も言いましょう。この村田蔵六が後に日本陸軍の父と言われた大村益次郎である。戦線は膠着状態に入っていた。3時にわたる攻撃でふるいは取ったものの、それから前へは一歩も進めなかった。圧倒的な海軍力の差である。幕府の軍艦は昼間は悠々と海峡を遊翼し砲撃を加えた。そったれバカ野郎総督。大丈夫か、この子。いけません。総督は休んでなさっちょなんや。お願いします。総督、お願いします。大丈夫。総督。おう、桂さん、どうですか戦況は。東は相変わらず南相茶が、北では村瀬さんが浜田藩を破った。あ、村田さんが。高杉はどこじゃ。恩師らと一緒やと聞いてきたんじゃが。ちいとうちへ帰りました。また血を吐いたんか。医者はついちょるんか。いえ。どうしてついちょらんのじゃ。本人が寄せつけないんです。あの人は死ぬ覚悟です。
今となっては我々にはできることは何もありません。本人の望み通りにして横から何も言わんのが一番いいんじゃないでしょうか。ところで何か？坂本さんがもうすぐ来る。それを高杉に知らせに来たんじゃが。いけません。今血を吐いたばかりなのに知らせればまた飛んできます。絶対に知らせるべきじゃありません。いつ来たんじゃ？堪忍、起こしてしもった。いや、さっきから目は覚めちょった。見ちょったんじゃ。何を？お前をじゃ。初めて京都で会うた時も俺のそばに座っちょったの。あん時は眠うて眠うて。そうじゃったの。転がりそうになりながらそれでも朝までいてくれた。何もしてやれんで世話になったの。もうここへは来るな。俺の病気はうつる病気じゃ。そんな心配はせんといてください。うちは貧乏育ちやよってに病気になんぞなりまへん。それよりお願いですから一日だけでも休んでおくれやす。こんなに骨が出てしもってうち鉄の鉄ってよし、そうしよほんまにう。ああ、約束してくれますか？も今日はどこへも行かん。ほな、なんぞ需要のつくものを。そねなものはいらん。それより三味線でも弾いてくれ。はい。三千世界のカラスを殺し主と朝寝がしてみたい。これこれ卵お具合はいかがですか？お気にいつも申し訳ありません。いえいえ、坂本様がお見えになったようですの。あのお方の一中丸が入っておりますけこれでまた当分は賑やかなことでしょうじゃあお大事に。お気に。
龍馬が来てる。出かけにはならん。分かってくれ。行かせてくれ。頼む。オーナー、俺は侍じゃ。侍はいかにはならん。お前は侍の妻として俺を送り出してくれ。頼む。大丈夫じゃ。どうぞ。今日はどこへも行かんちゅうた口の下からもうそう言ってしもうた。何、すぐ帰ってくる。これは嘘じゃねえ。約束する。いってらっしゃいませ。ん？嘘はつかぬ、約束すると言ったあの最後の笑顔はまるで子供のような顔でした。後年2層になって生涯を新作の墓を守って過ごした宇野は会う人ごとにそう言って懐かしんでいたという。高杉さんが。元気そうじゃのう。いつ来た？今じゃ。いや、幕府の海軍に手こずっちゃうと聞いたんでな、飛んできたんじゃが。やっぱり南仏は富士山丸か。そうじゃ。大理までは取ったが、その先へ進もうとするとあの化け物が後ろから15ポンドで撃ってくる。補給も不自由になったし、往生しとるところじゃ。なんとかならんか、新作。ここで勝ち色を見せりゃ薩長同盟によって薩摩が動く。朝廷には倒幕の密直をこい、諸藩には鉄平を働きかける。今は絶好の天気なんじゃ。いえ、桂さんは簡単に言うが、富士山丸は格別じゃ。わしの一中丸も足回りじゃ負けやせんが、しかし後の装備は大人と子供の違いがある。龍馬、何ちゅうた今。わしなんか言うだか。足がどうの言ったの。恩師の船はあの化け物より速いんか。いや、自慢じゃないが、ウサギとカメ、いやウサギとヒヨコぐらいかの。
じゃあ富士山丸攻撃してくれ。おいおい、そう簡単に言うがあれには近づけんちや。遠くから撃つだけでええんじゃ。追ってきたらまた退却する。そがいなことをして何になるんじゃ。ここまで連れ出してくれたらあとは騎兵隊がやる。いやいや、小舟で乗りつけたにしても富士山丸の船火は高いから切り込みはできんぜよ。大砲でやるんじゃ。海の上でか。度外して。まあ任せ。勝ち色どころか今夜こそけりをつけてやる。見ていてください。この世で一番でこうて一番美しい花火をドカーンと上げてみせましょう。よーし、ブワーッとやるか。自衛隊の船じゃ。頑張れ幹事。
三丸のつこめはこのわしが刺すぜよ。花火じゃ！花火じゃ！花火が上がったぞ！行くぞ！浦和一気に突っ走るんじゃ！高杉さん、花火です。どけ！やめてください！いて！攻防は夜まで続いた。そしてついに小倉が落ちた。何？小倉が？間違いであろう。しかし小倉が落ちるはずがない。たかが長州一藩を相手にして、いやそんなはずはない。だがなぜだ？なぜ？この時すでに薩長同盟の密約によって倒幕の密勅が下さるべく着々と工作が進んでいた。そして
お待ちください。はじめまして、私高杉正でございます。宇野どす。長い間主人をお世話くださいましてありがとうございました。それが医者は今日一日持つかどうかと。こんなところにいらっしゃらずにどうか中へお入りになってください。いえ、そねなこと。さあどうぞ。あなた、桂さんと伊藤さんがお見えになられましたよ。高杉、聞こえるか？倒幕のご命令が下った。村田さんはもう出発しよう。いよいよこれからじゃ。これから新しい時代が始まるんじゃ。俺たちがあんなに待ち望んでいた新しい時代じゃ。まだ死ぬな。やることは山ほどあるんじゃ。高杉、聞こえるか？何かおっしゃってます。何じゃ？何が言いたいんじゃ？そうですか。やはりどうしても行きますか。この際この目でしっかり見とかんと。どことどこです？まず京都にできた陸軍のフラン式総連練習場。ここではすでに幹部候補生100人が訓練中ですが、それと年末には大阪にも兵学校を作りますから、その敷地を見て。大村さん、くどいようですが。心配いりません。身の回りには十分気をつけますから。いや、しかし嫌な噂があるのは知っています。大村が100姓を集めて日本の軍隊を作ろうとしているのはけしからんとか、大村は西洋かぶれだとか、私はそんなことには負けません。今ですよ、今。これからの日本の国軍は騎兵隊のように庶民から応募して中央政府の直轄にしなければなりません。それができるのが戊辰戦争がやっと片付いた今しかない。だから私はどうしても行かねばならないんです。
わかりました。もう何も言いません。土産話を楽しみにしております。それじゃあ支度がありますから。大村さん。は？あまり飲みすぎんように。生まれてこの方、豆腐一丁に酒一合と決めております。飲みすぎるわけがありません。伊藤様は？どうした？いや、今お紅茶でも。大村さんがやられました。京都で軍務局へお寄りになって宿へ帰った直後だそうです。それで大村さんは？誰の仕業だ？大村さんの平成改革、特に庶民から兵を募るやり方に反感を持った不平士族です。逮捕された一人は我々侍から刀を奪う西洋かぶれ大村と差し違えちゃると常日頃から叫んじょったそうです。バカな、なんちゅうバカなことを。高杉さんも死んだ。スー先生も草加さんも死んだ。死んで死んでまた死んで。時代っちゅうんは人が死なんにゃ前進できんのでしょうか。伊藤俊介、後に初代内閣総理大臣。
伊藤博文となる。彼もまた明治42年ハルピン駅島で暗殺された。聞いていたのか。はい。人間が愚かなのか、それとも歴史注文が残酷なのか、どっちなんだ。そない難しいことは分からしまへん。あては女どすさかい。願いは一つだけ。長生きしておくれやす。死んで死んで